皆様、本日はですね、こちらの青唐辛子、こちらを使って南蛮味噌、青唐辛子のお味噌なんだけど、牛タン屋さんとかに行ったらさ、出会うかなって感じなの。ちょっと辛いお味噌を使って、こちらの、今回ね、ちょっと僕たちこれすごい好きなんでたくさん作っちゃうんだけど、豚ロース、生姜焼き用の豚ロースと鶏もも、それぞれを南蛮味噌漬けにして作っていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。で、特にね、こちらの処理はほぼほぼないんですけれども、もし気になるようだったら、こちらの鶏もも肉は、フォークとかで穴を開けてあげた方が味馴染みは良くなるので、ちょっと分厚いからね、豚ロースとかと比べると。これくらいかなって感じです。最初にまず、唐辛子からカットしようと思うんだけど、唐辛子の量は皆さんお好みで、僕たちはもう1パック丸々入れちゃいます。こちらの青唐辛子ですね。普通の唐辛子じゃなくて青唐辛子です。もし辛くしたいってだけだったら普通の唐辛子でもいいし、唐辛子が用意できなかったら豆板醤とかをね、味噌に混ぜてあげてもそれなりにね、ピリ辛な感じになるんだけど、やっぱ青唐辛子って全然風味が違うので、おすすめは青唐辛子。で、青唐辛子をね、調理する際は、できれば手袋とかしてあげた方が、結構ね、染みると思うんで、いいかなと思います。じゃあまずヘタだけは落とします。で、この青唐辛子はね、種ごと使ってね、じゃあ青唐辛子をみじん切りにします。結構細かめの方がいいよ。フードプロセッサーとかでめっちゃ細かくしてもいいし、その方が辛みは出やすいかな。で、なんか南蛮味噌って本当は一緒にね味噌とかも炒めちゃうみたいなんだけど、僕はそれはしないです。唐辛子だけはちょっとね最初に炒めて、ちょっと柔らかくして馴染みよく、あと香りを立たせて、お味噌がね馴染みやすいように短時間でね味噌に辛みと香りが移るようにちょっとだけ炒めてっていう下ごしらえ一手間をかけます。で、今回はこれ一緒に生肉つけちゃうんで使えないんだけど、そんなお味噌だけ作っちゃえば焼きおにぎりとかに合わせても美味しいし、生野菜のねディップ用のソースじゃないですけどもにしても美味しいです。で、ちょっと適度に細かくしてあげて OK。 で、今回合わせる味噌は麹味噌、塩麹とかそういう系のね麹味噌にこの白味噌もちょっと合わせて甘みをね足そうかなと思います。ただもうあとは正直味噌合わせてとかめっちゃ簡単なんで、まずこちらの青唐辛子、カットした青唐辛子を軽く炒めます。ではね、下フライパンにごま油を少々ちょっと入れて、このカットした青唐辛子を全部入れちゃいます。弱火で香りが出るまで炒めるんだけど、ここにねちょっとだけごめんね、みんな忘れてた。で、ここでこちらニンニク、これ3かけ分ですを粗みじんにしたもの、こちらも加えておきます。青唐辛子と同じぐらいの大きさかな。これ入れて改めてちょっと香りが立つまで軽く炒めます。で、焦げ目とかは特につけなくてもいいので、こんな感じでちょっとニンニク含めしんなりして香りが立ってきたら火を止めます。そしたら今からちょっと合わせ味噌ですね、この南蛮味噌を作っていくんですけれども、今回はね本当にめちゃくちゃ量があるんで僕はたっぷり作るんだけど、本当はねこれだったらもう1袋分ぐらい青唐辛子があってもよかったかなぐらいの量ですね。青唐辛子はたっぷりの方が美味しいです。そしたらここにまず普通の麹味噌を山盛りで、じゃあ4杯ぐらいいこうかな。山盛り大さじ4杯入れました。普通のお味噌ねにこちら白味噌、コクと甘みが追加されるので白味噌は大さじ3杯。白味噌の方が割合ちょっと少ないかなぐらいで、お酒を大さじ2杯、みりんを大さじ1杯にお醤油、こちらは大さじ2杯入れます。で、あとここにお砂糖を
こちら大さじ1杯で大丈夫。はい、で、ここに先ほど炒めた唐辛子。で、こちら混ぜ合わせちゃいます。まあ僕はね、この手袋があるんで手でやっちゃうんだけど、普通になんだっけ、ヘラとか、ちょっとちっちゃい泡立て器みたいなので混ぜてあげたら大丈夫です。もし南蛮味噌として食べるんだったら、この状態で、さっきこっちに入れたんだけど、これをそのままフライパンに入れちゃって、味噌とかも。で、水分がなくなるまで炒めてあげたら美味しい南蛮味噌ができるので、それをね、焼きおにぎりとか、あとディップとか、牛タンの付け合わせみたいなお味噌ですね。そして食べれば美味しく召し上がります。が、今回は僕はこれを使って漬けるので。はい、そしたらもう、いろいろ漬け込んじゃいます。はい、こちら豚ロース。で、今回大量に作るんだけど、これ味噌漬け終わって、冷蔵庫で最低でも半日は寝かしておいてほしいんだけど、味が馴染むように。その後は冷凍してくれたら、全然日持ちするので、一気にたくさん作っておいて、冷凍庫のストックとかにしてあげても、美味しくいただけますね。じゃあ、豚肉が終わったら、同様に、鶏のもも肉。こちらも同じように漬け込んでいきます。で、この皮のね、間とか隙間にも全部、塗り込んであげてください。で、こんな感じで、豚と鶏全部終わったら、こちらね、それぞれジップロックとかに入れて、冷蔵庫で、最低でも半日保存してあげてください。で、できるだけ空気を抜いて保存してあげてください。じゃあ、ちょっと寝かしときます。では、こちらね、約1日ほど漬け込みました。青唐辛子の香りもちょっとね、上から嗅いでもね、するぐらいなんで、ちゃんと染みたでしょう。ということで、今回、ちょっと豚ロース6枚と鶏肉2枚、焼いていこうかなと思うんだけど、残ったやつは冷凍すれば大丈夫なんですけれども、鶏肉はね、まんまポッてやってもいいと思うんだけど、豚ロースだったらちょっと1枚1枚ラップに包んであげて冷凍してあげた方が、後々食べやすくなると思うので、そうしてあげてください。はい、じゃあ焼いていきます。じゃあまず、熱したフライパンに油なんだけど、今回ね、青唐辛子を最初ごま油で炒めてるから、こっちもごま油にしとこうと思います。で、焼く前に、こちらね、常温に戻してあげといてください。で、あんまりでもたくさん味噌がついてたらちょっと拭ってあげてほしいんだけど、適度な量をつけてあげて、で、もう唐辛子ごと一緒に焼いてあげてください。まずちょっと時間がかかりそうな鶏肉からいきます。はい、鶏肉は皮面から。で、火は中火ぐらいで、あんまり強すぎるとね、味噌がすぐ焦げちゃって中まで火が通らないと思うんで、豚肉はね、薄いのを使ってるから、そんなに気にしなくても大丈夫なんだけど、鶏肉は、ちょっと時間がかかると思うので、じっくりと火を通してあげてください。で、ちょっとお味噌が跳ねそうなので、軽く蓋をして、中火で焼いていきます。少し焦げるぐらいまでね、焼いてあげた方が美味しくなると思います。はい、じゃあ鶏肉焼いてる間に、豚も焼いていきます。はい。3枚ずつぐらいかな。肉は大体3分ほど皮面しっかり焼いたら、ひっくり返します。いい焦げ目。よし、じゃあ豚ひっくり返します。じゃあもう豚肉はこんな感じで。で、鶏肉なんだけど、今まで蓋してて、皮面じゃない方ももういい感じに焼き色はついたので、あとはほんと弱火でちょっとだけ中までね、しっかり火を通していくっていう感じの作業です。でも焦げ色はこれくらいついた方が美味しいです。美味しい。あとはほんともう弱火で一応中までね、他のお肉焼く間に火を通していくので、では最後の豚いきます。一応ね、カットしたらこんな感じの断面だったんで、ちょっと待ってね。完璧。ほら、完全にね、中までしっかり火が入ってる感じですね。で、ジューシーで焼きすぎてないっていうのもちょうどいい感じですね。で、あともう少しこちらも焦げ目をつけたら、今回の豚ロースと鶏ももの南蛮味噌漬けです。完成です。じゃあ実際食べていきたいと思います。
では早速実食していきたいと思います。いただきます。まずもう動画が久々だね。ね、いただきます。柔らか。すごい。これもう食べていただかないと分かんないぐらい旨味が、あとお肉の柔らかさがすごい。じゃない、めっちゃ柔らかい。あ、西京漬けとかほど甘くないから、味噌の旨味を感じるかな。まあ柔らか。だから辛くは全然ないね。でも青唐辛子のその旨味はちゃんと感じられる。風味があるね。ちょっとこの特に豚肉たっぷり青唐辛子がついてるところ食べよう。あ、豚肉美味しすぎる。全然違うわ。青唐辛子の風味がいいね。これ売り出したら 100% 売れるレベルでうまいです。いやもう味付けがすごすぎて、でこんな柔らかいのっていうぐらい、もう鶏肉も豚肉も超絶柔らかいです。本当にあっという間にご飯なくなった。おかわりしたいもん。本当に美味しい。ちょっとおかわり入れる？久々じゃない動画内でおかわり。うまい。これはやばい。ありがとうございます。おかわりです。お肉もらった。ご飯の割合がね。でさ、結構サムネイル撮ったりとかでさ、時間かかってるから冷めてはいるんだけど、それでもめちゃくちゃ柔らかいんだよ。だから多分作りたて、焼きたてを食べたらもっと柔らかくてジューシーだと思うから、ぜひ。これもう本当に革命起きてるわ。すごいわ。炊きたてのご飯に合うこと。あっという間になくなりました。これは本当に美味しい。超絶ご飯泥棒だね。マジで美味しい。本当に美味しい。ということで本日はですね、青唐辛子とニンニクのやみつき麹味噌焼きですね、はい、お紅茶で作っていただいたんですけども、いやもう本当にね、発酵調味料のね素晴らしさをね改めて感じたっていうのがあるね。一番はとにかくお肉が柔らかい。柔らかいのもあるし、あと青唐辛子だね、とやっぱニンニクの相性が最強ですね。抜群だったね。そうで、こうちゃんがねその味噌とかだけじゃなくて醤油とかも加えてくれてるから味が複雑でよりね深いんすよ。そこがね本当にさすがだなと思った感じですね。これマジで普通に売り出したらめっちゃ売れるレベルで、もう一度食べていただいたら絶対癖になるような味になってると思うんで、あと何よりご飯がめちゃくちゃ進みます。進む、本当に進む。で、今回のその青唐辛子の量だったら、青唐辛子の風味とか、旨味があるんですけど、全然辛くないんですよ。なんで、小さいお子さんも全然食べられます。で、より辛いのが好きな方は、足してもいいと思いますし。倍量ぐらい入れてもいいかなって。はい。っていう感じでございますね。もう久々の動画でね、こんな美味しいものをね、皆さんにね、動画としてね、お届けできてね、個人的にはすごく良かったなと思います。はい。はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。